占領の開始からほぼ4年が過ぎた頃、アメリカは日本を西側陣営に留めるため、占領政策の転換を進めていました。その際、アメリカ政府内では、対日講和は時期尚早であるという判断が示されていました。しかし、日本の主権を凍結し、アメリカが占領を続けている限り、そのような政策はいずれ限界を迎えることも明らかです。そこでアメリカはすぐに講和を結ぶわけではないものの、将来の講和を見据えた準備を徐々に進めていくことになります。このようなアメリカの動きを日本も敏感に感じ取っていました。しかし当時は冷戦の真っ最中、その影響もあり日本国内では講和のあり方をめぐって世論が全面講和と単独講和で真っ二つに分かれていきます。全面講和とはソ連を中心とする東側陣営諸国とも同時に講和することを指します。一方で単独講和とはアメリカを中心とする西側陣営諸国とだけでも早期に講和を結ぶべきだという考え方です。さらにこの問題と深く関わって講和後の日米関係、具体的には国防をどこまでアメリカに依存するのかも大きな争点となりました。アメリカの軍事力に過度に頼れば日本自身の武装は軽く済ませることができます。しかしその一方で独立を回復した後もアメリカに従属的な立場に置かれ続けるのではないかという懸念も生まれることになっていました。そのような中で全面講和を主張していたのは共産党や社会党、そして国民共同党でした。彼らは東側陣営を除外した講和は世界の分断を強める。日本は冷戦構造に組み込まれ危機に陥ると主張していたのです。特に社会党では左派の理論的指導者だった山川仁を中心に日本の社会主義の目標の中に平和主義を組み込むべきだという考え方が次第に強まっていきました。その影響もあり社会党は全面講和、中立堅持、軍事基地反対の3原則を決定します。さらに後にここへ再軍備反対を加えました。こうして定められた平和4原則はこれ以降の社会党における基本路線となっていくのです。一方で単独講和を主張していたのは民主自由党でした。民主自由党が単独講和を支持したことは当時の与党がその立場を明確にしたという点で重要です。これは戦後日本がどのような道を進んでいくのかを大きく方向づける判断となりました。吉田内閣は早期の独立を回復するためには西側諸国だけとの講和であっても構わないと考え、単独講和に積極的な立場を取ります。そして吉田茂はアメリカが考えていた日本を西側陣営に留めたい、その上で基地として活用したいという戦略に呼応する形で日本の独立を目指すことになりました。さて、ここで気になってくるのが全面講和と単独講和のちょうど中間に位置していた民主党の立場です。民主党は当初中道的で幅のある立場を取るべきだと考え、講和問題については基本的に全面講和を支持していました。しかし党内で芦田派と犬飼派が対立するようになっていくと、犬飼派は政権の安定を重視し吉田内閣との協調を目指しました。その結果犬飼派は次第に単独講和路線へと組み込まれていきます。一方芦田仁もまた世界で激しさを増していく冷戦の現実を前に共産主義に対抗しなければならない、日本には自衛が必要だ、そのためには再軍備を達成すべきだと考えるようになっていきました。こうして民主党は当初の全面講和路線を維持できなくなり単独講和へと傾いていくことになるのです。さて、このように日本国内で講和問題が議論されていることはアメリカやソ連にとっても重大な関心事となっていました。よって日本の講和問題は次第に東西対立そのものの争点となっていきます。こうした状況の中でアメリカの国務長官とイギリス、フランスの外務大臣はワシントンで会談を行いました。そして共産主義が日本に浸透するのを阻止する。そのためにはたとえソ連が反対したとしても日本と早期に講和を結ぶ必要があるという方向で検討が進められることになったのです。一方その頃東側陣営では中華人民共和国が成立していました。しかも同じ頃ソ連では初の核実験が行われアメリカの核独占が崩れています。アジアにおける軍事的な構図は東側陣営が次第に力を増していく方向へと変化していったのです。このような状況を見てアメリカの国防総省は今日本と講和を結ぶわけにはいかない。講和を結べば日本からアメリカ軍を撤退させることになる。そうなれば東側陣営がさらに力を伸ばすだろうという考えを強めるようになります。こうしてアメリカ国内では外交を担当する国務省と防衛を担当する国防総省の対立が激しさを増し、
その調整にあたるトルーマン大統領は難しい舵取りを迫られることになっていったのです。このような状況を受けてソ連は強気の姿勢を示すようになりました。よってアジアにおける外交方針を転換します。ソ連は中華民国ではなく中華人民共和国を支持する立場へと切り替えたのです。これ以降ソ連は国連の会議において常任理事国から中華民国を外すべきだ、代わりに中華人民共和国を加えるべきだと主張するようになります。この主張に対しアメリカが反対の姿勢を示すとソ連は会議をボイコット。その結果、国際社会の安定は大きく揺らぎ、世界情勢は新たな段階へと進んでいくことになったのです。こうして方針を転換したソ連は日本に対しても圧力を強めていきます。日本共産党を反米闘争に入らせることを決断したのです。そこでソ連は世界各国の共産党が連携する組織であるコミンフォルムを通じて日本共産党を批判する声明を発表しました。その声明では、日本はアメリカ軍に占領されている。そのような状況にもかかわらず、日本共産党は平和革命を主張している。その運動方針は手ぬるい。平和革命は不可能である。という厳しい批判が加えられていました。これがコミンフォルム批判です。このコミンフォルム批判を受けて、日本共産党の内部では混乱が発生。批判を受けた日本共産党の中心人物、野坂三三は、コミンフォルムに反論する書簡を発表します。コミンフォルムからの批判は、党の結束を撹乱しようとする敵の挑発行為であると主張したのです。こうして日本共産党はコミンフォルムとは距離を取るかのような姿勢を見せます。しかしここで中国が介入してきました。中国側の主張はソ連からの批判を受け入れるべきだというもので、これを聞いた日本共産党内部では党の対応を急遽再検討することになりました。その過程で国際的な批判を受け入れるべきだ、アメリカ帝国主義と対決すべきだと考える意見が強くなっていきます。こうしてソ連と中国の双方から批判を受ける立場となった野坂三三は、党内の圧力に押される形でコミンフォルムの批判を全面的に受け入れると表明。しかし党内の対立が解消されることはなく、日本共産党は深刻な内部対立を抱えることになりました。こうしてコミンフォルム批判を支持し、国際的批判を受け入れるべきだと主張した人々は国際派、批判に反対し書簡を発表した人々は書簡派と呼ばれるようになったのです。このような東側陣営の動きを受けて GHQ の外交局は、日本共産党が反米的な性格を帯びつつある。共産党は日本においてソ連の政策を実施する機関であると主張。共産党に対する警戒を強めて、その非合法化をほのめかすようになります。しかしアメリカ本国の国務省は、日本共産党は内部に深刻な対立を抱えている。この段階で共産党を非合法化すれば、かえって対立が解消され、党の団結を強める恐れがある。として慎重な姿勢を示していました。このようにアメリカ本国と GHQ の間で見解が分かれる中、大きな影響力を持ったのがやはりマッカーサーでした。マッカーサーは、共産党は国際的な共産主義勢力の手先であると厳しく批判する立場を取ると、共産党の非合法化へと舵を切り始めます。こうして始まったのがレッドパージです。このレッドパージは報道機関をはじめ官公庁や民間企業にも広がり、1万人以上の共産党員が解雇されていきました。こうなると共産党も黙ってはいられません。マッカーサーの声明は共産党に対する全面攻撃の宣言であると受け止めると、より過激な行動へと傾いていきます。こうして共産党と GHQ との対立が激化する中、皇居前広場で共産党を支持するデモ隊とアメリカ占領軍が衝突する事件が起こりました。この衝突の際、アメリカ軍兵士に暴行を加えたとして学生や労働者が逮捕されます。アメリカ軍が公然と襲撃されたという事態を受けて GHQ は、共産党が戦闘的な方針に踏み切ったと判断。さらにマッカーサーは、反占領軍的な行為は断固として処罰されなければならないという方針を打ち出し、共産党幹部の徳田久一や野坂三三らを追放し、共産党の機関紙である赤旗の発刊を停止します。こうして共産党に対する弾圧はさらに強まっていき、追放処分を受けた徳田久一や野坂三三ら、いわゆる諸官派の指導部はその後北京へと移りました。彼らはそこでソ連や中国の共産党と連携しながら、日本国内に指示を出す立場へと移っていくことになるのです。このような情勢の変化を受けて、アメリカはソ連を封じ込めるという観点から、それまで徹底して進めてきた日本の非軍事化と民主化政策を見直し、
日本を共産主義の手に渡してはならない地域として位置づけるようになりました。その上でアメリカはアジアにおける戦略を構築し直します。具体的には防衛線をアリューシャン列島から日本、沖縄を経てフィリピンへと至る列島線と定義し、この防衛線こそがアメリカの安全にとって死活的に重要であるという考えを示したのです。そして日本、沖縄、フィリピンにおけるアメリカの地位を強化し、共産主義によるさらなる侵略を阻止するため、十分な軍事力を整備する方向へと政策を転換していきます。こうして日本の非軍事化民主化はもはや最優先のテーマではなくなり、経済復興と反共産主義を重視する方向性はさらに強まっていきました。アメリカは日本をアジアにおける自由主義陣営の中心として再建し、共産主義に対抗できる強い国に育てようとしていったのです。一方、日本国内の政治にも大きな動きが起きました。吉田茂は第3次吉田内閣を成立させるにあたり、民主党の犬飼派を内閣に取り込んでいました。その結果、民主党は芦田派と犬飼派に分かれ、分裂状態に置かれています。こうした状況を受けて、ついに政党の再編成が行われたのです。与党である民主自由党と民主党の犬飼派は合流し、党名を自由党へと改称。一方、民主党に残った芦田派は国民共同党と合流し、国民民主党を結成しました。国民民主党は自らを進歩的国民勢力の結集体と位置づけ、吉田政権と自由党が進める単独講和路線について、国民の名において断じて容認できないと厳しく批判します。そして全面講和を掲げる立場を明確に打ち出すことになったのです。一方で自由党の吉田茂は、アメリカとソ連の対立が激化しているという国際的な現実を冷静に見据えていました。理想的には全面講和が望ましい。しかし現実的には単独講和しか道がないと考えていたのです。そして対日講和問題がなかなか前に進まない背景には、アメリカ国防総省が講和によって在日米軍の基地を自由に使用できなくなることを懸念し、講和そのものに反対しているという事情があることにも吉田は気づいていました。通常であれば敗戦国が講和条約の内容について発言することはできません。しかし冷戦が深刻化する中で、日本の戦略的価値は急速に高まっていました。その結果、勝者であるアメリカと敗者である日本の間にも一定の交渉の余地が生まれていたのです。そこで吉田茂は覚悟を決めます。大蔵大臣であった池田隼人とその秘書官であった宮沢喜一をアメリカへと派遣したのです。表向きの目的は経済問題、財政問題についてアメリカ政府と協議するというものでした。実際に彼らはロッジと会談し、日本の経済再建について意見を交わしています。しかし、その裏で池田と宮沢は吉田から託された極秘のメッセージをアメリカ側に伝えていました。それは、講和後もアメリカ軍は日本に駐留する必要があると思う。もしその希望をアメリカ側からは言い出しにくいのであれば、日本側から駐留を要請しても良いという内容だったのです。これはアメリカにとっては願ってもいない提案でした。第一次世界大戦後、ドイツの意向を無視した講和条約を強制した結果、その不満が積み重なり、やがて第二次世界大戦へとつながったという反省がアメリカにはありました。そのため、第二次世界大戦後においても、日本の意向を無視した講和条約を一方的に押し付けることは、アメリカとして絶対に避けなければならなかったのです。こうした中で日本の意思として、日本にアメリカ軍を駐留させてほしいという提案が示されたことは、講和後の秩序に正当性を与える上で極めて大きな意味を持っていました。この提案をきっかけにアメリカの国務省と国防総省の間で続いていた対立は次第に解消へと向かっていきます。そしてアメリカ政府は対日講和問題の検討に本格的に取り組み始めることになったのです。